皆さんこんにちは。ウルトラマイクロマニアックス、スポンサープロダクトレビューのお時間です。今日は、ハブさんテクノロジー様からのご依頼で、ハブさん X4H216A デザイアープロのレビューをお送りします。本機は、同社 X4 シリーズの中で 200g 未満小型ドローンとして最高峰に位置する空撮機。SD カード記録のフル HD カメラを搭載し、X ハブさんアプリ連携によって、フォローミーからウェイポイントといった高級機でしか提供されていなかった先進機能を次々と実装。さらに Bluetooth コントローラーまで付属して、なんと$150で販売してしまったという、性能とコストパフォーマンスの良さで、他メーカードローンの追従を許さない傑作機。さて、今回開封した品は、Bluetooth コントローラーが付属するバージョン A です。内容物は、機体、交換用プロペラとセンタービス、プロペラガードと取り付けネジ、プラスドライバー、Bluetooth コントローラー、USB 充電器と、英語の取扱説明書が付属します。では、まずは、機体の重量測定といきましょう。バッテリーなしの状態で、128.8g、前作の H507A が 131.2g でした。スロットタイプのバッテリーなど、最近のトレンドに沿った作りでしたが、H502 シリーズのボディに戻したのは英断で 2.5g の軽量化、ボディの丈夫さの復活、バッテリー選びの柔軟性がユーザーにはありがたい。お察しの通り、H502 シリーズのバッテリーも利用可能。もちろん飛行時間は短いですけどね。絶賛できないのは、このボディの欠点でもあるバッテリーハッチの開閉のしづらさなんです。ようやく蓋が閉じれました。右手がちょっと不自由な私には、なかなか高難易度です。新しく採用されたリチウムハイボルテージバッテリーを搭載した全備重量は 162.8g。重量増を抑えつつ性能アップが図られたことは大変好印象です。こうして見ると前作 H507A と旧 H502 の良いところを踏襲し、カメラを上位機種の H501 譲りのフル HD にアップグレードするなど、重量も価格もほとんど変えることなく、ここまで盛り込んだ、ハブさんのエンジニアを、心から称賛したいと思います。間違いなく、これは、傑作機ですね。まずは、高高度チャレンジから行きましょう。この映像は、アプリのキャプチャ動画です。左上の高度表示で確認します。目の前の塔は125メートル。同じ高さまで上昇しました。機体の能力的には、まだまだ上昇できそうですが、航空法の規制で上限150メートル未満での飛行。実際、高度110メートルを超えたあたりから、接続が一瞬切れたり、FPV がコマ落ちするなど、電波の到達限度に近いため、通常撮影の運用なら、100メートル未満といったところ。ところで、現在 RTH で降下中ですが、ドローンの下降は、上昇よりもゆっくりの下降です。しかも結構機体が揺れます。下降時の姿勢安定を目指すなら、プロペラのタブレード化やヘキサコプター化の方向に進化させることが望まれますが、そこは$150のドローンに求めるのはナンセンス。ブラシレスモーターやジンバル機構の搭載など、コスト増の装備を良い意味で諦めたおかげで、コストパフォーマンスと性能バランスという最高の恩恵を本機は獲得してると思います。さて、映像は期間の途中ですが、本機の持つ飛行モードを試したので、見ていきましょう。
この飛行モードはアプリが動作しているスマートフォンの GPS 情報から機体が追従する飛行モードで開始時の距離と位置関係を一定に保ち続けます。歩く速度ですが、左右への追従はちょっと弱いですね。被写体が映像のフレーム外に逃げてしまいがち。それに比べて前後方向への動きはカメラの画角内にちょうど入りやすいので良い感じの映像が撮影できますね。自転車の速度なら後追い撮影が良さそうです。次に試すは対象を中心に円軌道を描きながら周回するホバリングモード。通称、オービットとも言われる空撮ドローンならではの飛行モードですね。H216A の場合にはカメラにジンバル機構がないため、モード飛行開始時には大きく揺れますが、少し周回すれば収束し、人が操縦するよりもはるかに緻密で安定した周回飛行が可能です。では、次に、ウェイポイントモードを試してみましょう。おっと、テスト飛行用の経路情報が残ってました。一度全部消します。というわけで、仕切り直し。ウェイポイントモードは、アプリの地図上に待機地点を指定し、自動でトレース飛行する機能です。このように、機体がトレースする地点を登録しますが、障害物回避はしないので、各地点の高さ設定でマージンを取ったり、経路上に木や建物などの障害物がないところを選びましょう。この地点登録と転送までは離陸前に行い、ウェイポイント機能の起動は離陸後に行います。では、ウェイポイントを起動します。今回は、すべての地点のコードはデフォルト、移動速度は毎秒5メートル、待機時間は0秒です。ウェイポイントを起動すると、まず1番の地点と同じコードまで上昇し、それから開始地点に向かいます。カメラの注目点であるフォーカスポイントを指定していませんので、進行方向に機体が向きます。地点に到達し、次の地点に移動開始するときは、機体が大きく揺れるので、カメラジンバルが欲しくなりますね。そうそう、小型ドローンで、世界初とも言うべき、ウェイポイントを実装した前作の H507A。同じ X ハブ3アプリを利用するので、同一のウェイポイントで飛行試験をしました。今回は、こんな感じの経路に加え、フォーカスポイントの指定も行い、フル HD になった H216A のカメラ性能も見比べてみようと思います。この2機体の映像は、飛行場所は同一、時間は数分しか違いませんので、環境風などの災害はほぼ同一です。H507A は少し色温度が高く、若干青みがかった色合いですね。夜明け直後なので、色温度は H216A の方が正確です。また、解像度感を比較すると、さすがフル HD の H216A。縮小しないで比較すれば、その差は歴然です。あと、優秀だなと思ったのは、露出変化への追従が大変良い点で、機体の姿勢変化による明るさ変化や逆光時の絞りがとても高速で滑らか。とても地味な点ですが、ちゃんと性能向上を図っているハブさんの姿勢にいいねをしたいですね。このモードはスマートフォンを取り付けるタイプの VR ゴーグルで FPV を楽しむためにある機能。
左目用の映像と右目用の映像が別々に表示されるので、ゴーグルを使った時の没入感はなかなかです。しかし、問題点が2つ。機体のカメラ映像は VR 用映像のように左右分かれませんし、アプリのバグなのか、FPV 映像に地図映像がスクロールしながら侵略してきます。まだまだ発展途上の機能、今後のアップデートに期待したいところです。なんとなく、感覚的にですが、以前の H507A よりも電波が安定している気がするので、SUSの Wi-Fi 接続のまま電波到達距離テストを行ってみることにしました。もちろん本機はハブさん様から提供された日本国内向けの技術適合を取得したもの。世界的に見ても厳しくてめんどくさい日本の電波法に従った低出力となっているわけですから、海外版と共通のスペック表に届かなかったとしても、何ら不思議ではありません。そういう背景もあって、全く期待してなかったのですが、ちょっと飛ばしてみた感覚では、とても良好。X ハブさんアプリに表示される FPV 画面のコマ落ちが従来よりもすごく改善してるような気がします。この電波到達距離テストでは高度20メートルで水平移動させ、アプリ画面の距離表示と緯度経度の値、さらにはカメラ映像の画角から割り出した到達地点を用いて、なるべく正確なリザルトを残したいとテストしました。画面表示が150メートルの地点で FPV が止まり、アンテナが普通になると同時に自動的に RTH 始動。アプリには電波が途切れた地点までの距離が162メートルと表示されています。到達地点の緯度経度、カメラ映像からの割り出しの結果、164メートルにも達してたことが判明。参考記録ではありますが、50メートルというスペックの3倍もの距離を達成したことに、俺の中の人、超感激。ほんと、素晴らしいっす。さて、様々なテストをしてきましたが、そろそろ着陸です。離陸地点から1メートルずれてしまいましたが、なかなか誤差の少ない着陸で大成功だと思います。